うわ、びっくりした。つむぎ、急に叫んでどうしたんですか？それは任天堂のせいなのだ。任天堂がどうしたんですか？任天堂のスイッチ2、めっちゃ売れてるのだ。売れていますね。発売当初は抽選も激戦で品薄だったのだ。そうですね。それなのに、なんで株価がこんなに下がるのだ。売れてるのに。そのはずなのだ。意味がわからないのだ。ちょっと騒がしいわね。どうしたの？メタン、ちょうどいいのだ。ちょうどよくないわよ。何があったの？任天堂株が下がっているのだ。理由を教えてほしいのだ。任天堂ね。いいわよ。でも先に一歩だけ聞かせて。なんなのだ。ずんだもんはなんで任天堂株を買ったの？スイッチ2が人気で売れていたからなのだ。商品が売れれば株も上がる。当たり前のはずなのだ。なんなのだそのそれ投資で一番危ない買い方よ。売れているのに株価は下がる。投資をしている人なら誰でも一度は経験のある現象。業績は良いはずなのになぜか株価は下がり続ける。今回は任天堂という誰でも知っている株からその理由を解き明かしていきたいと思います。時は遡り2025年6月。ずんだもん先輩、なんか見られてますね。どうしたんですか？聞いて驚くのだ。スイッチ2の抽選当たったのだ。本当ですか？本当なのだ。しかもマリカーワールドセット。ずるいですよ。私の周り全員外れてますよ。選ばれしずんだなのだ。出ました、ドヤ顔。でもさ、つむぎ、これすごくない？すごいですよ。抽選当たったの。そうじゃなくてスイッチ2の人気そのものがすごいのだ。それは確かに。普段ゲームやらない人まで話してますもん。 SNS もスイッチ2の話で持ちきりなのだ。ですね。どうしました？これ任天堂の株もすごいことになるんじゃないのだ。出ましたね、ずんだもん先輩の謎理論。全然謎じゃないのだ。スイッチ2が売れる、任天堂が儲かる、株価が上がる、僕が勝つ。なんでちょっと片言なんですか？当然の理論なのだ。僕、任天堂株を買うのだ。ずんだもんの読みが当たりました。2025年6月頃の株価1万1000円から8月には株価1万も1000円近くまで上昇。その後も11月頃まではスイッチ2の人気から高値圏を維持し続け、さらなる上昇の期待を投資家に与えていました。しかし12月に入ると株価は急落。2026年に入っても株価は戻ることなく大台の1万円を割り込みました。そして5月のゴールデンウィーク、株価は最高値から約半分の7500円水準まで下がったのです。ここで冒頭の話に戻ります。最初分かってたのだ。含み益出てたんですか？出てたのだ。なのに気づいたら下がってたのだ。意味がわからないのだ。でもそれってスイッチ2の売り上げが弱かったわけじゃないのよ。そうなのだ。むしろ強かったのよ。任天堂は2025年11月にスイッチ2の年間販売予想を1500万台から1900万台へ引き上げているわ。1500から1900?400 万台の情報修正なのだ。そう、それでも株価は重かった。なんでなのだ。売り上げがいいなら株価は上がるはずなのだ。そうですよね。売れてるし、見通しも上がってんなら株価も上がってもいいんじゃないですか？そう、だから今日のテーマはこれよ。売れているイコール株価が上がるじゃないってことに気がつくことよ。じゃあ整理していきましょう。売れていても株価とは関係ないってことなのだ。全く関係ないとは言わないわ。でも株価を押し上げる理由は売れているだけではダメなの。ずんだもんは株価ってどうやって決まっているかわかる？わからないのだ。売れてるなら株価も上がるはずなのだ。株価っていうのは PER と EPS をかけたものなのよ。 PER？EPS？ は1株当たりの利益のこと。 PER はその利益に対して市場が何倍払うかというもので、期待値とか夢とか言われるわね。じゃあ株価が上がるには利益が増えるか期待が高まるかしかないってことですね。そうなの。ただ今回は利益について説明したいから PER は一定ってことにして EPS の方だけ見るわね。じゃあ例えとして近所の超人気ラーメン屋があったとするわね。いつもすごい行列で大繁盛しているわ。その店絶対ウハウハなのだ。確かに売り上げは伸びていそうね。でも利益を見るとどうかしら。1杯1000円だとして小麦も豚肉も電気代も家賃も人件費も全部値上がりしてたら、それは辛そうなのだ。売り上げは増えても利益はほとんど残らないですよね。むしろ売るために無理をして安くしていたり良い食材を使っていたら利益が逆に減ることもあるのよ。じゃあ行列があっても勝ちじゃないのだ。行列は売り上げの話、利益が残るかは別の話なの。
売上と利益は別の生き物なのだ。ここが今日一番大事なところね。これって任天堂もそうなんですか？そこにつながるの。スイッチ2が売れているのは事実なのだ。でも市場が心配してるのは任天堂の EPS、つまり利益が思ったより伸びないかもしれないってことなの。つまり売り上げは伸びてても利益が圧縮されるってことですか？そう、ラーメン屋でいう材料費が高い状態ね。でも任天堂にとっての高くなった材料って何なのだ？それがメモリよ。メモリー？ここからなんでメモリが今そんなに高いのかって話に入るわね。そもそもゲーム機にメモリって入ってるのだ。もちろんデータを処理するにも保存するにもメモリは必要ですよね。メモリと一言に言ってもいくつかあるんだけど、代表的なのはデータ処理用のメモリと保存するためのストレージね。そしてそのどちらもが今値上がりしているの。なんで今メモリが高いのだ？そこ気になります。少し前までそんなに高くなかった気がします。その理由は AI よ。 AI？ AI データセンター向けの需要が爆発してて、いろんなところでメモリの取り合いになってるの。ロイターも AI ブームがゲーム機業界に圧力をかけてるって書いていたわね。 AI がゲーム機の部品まで奪ってるのだ。ざっくり言えばそういう構図ね。じゃあ任天堂はメモリ高騰でやられるってことなのだ。そういう見方もできるわね。でもね、注意してほしいこともあるの。何ですか？メモリ高騰の影響が実際に任天堂の決算に出てくるのがいつになるかは誰にもわからないの。どういうことなのだ？メモリが上がるから EPS が下がるって話じゃないのだ。そう簡単でもないのよ。その可能性が高まっていることは事実よ。でもね、その影響が決算の数値として出てくるのがいつになるかがわからないって話なの。次の決算かもしれない、1年後かもしれない。今は高くなっているけど、途中でメモリ価格が落ち着けばほとんど影響が出ない可能性もある。タイミングが読めないんですね。今は出てない。でも将来は出るかもしれない。そう、これが今の任天堂の不安要素なの。つまり市場が心配しているのはスイッチ2が売れないことじゃない。売れているのにメモリ高騰で利益が思ったほど残らないかもしれない。つまり EPS が伸びにくくなるかもしれないという将来の不安なの。だから株価が重くなる。ただしここで大事なのは、まだ実際に EPS が大きく崩れたわけではないということよ。ここで緊急のお知らせです。この動画を作成している最中の2026年5月8日、任天堂の本決算が発表されました。簡単に説明すると、スイッチ2が大ヒットで業績は絶好調。やっぱりスイッチ2しか勝たないのだ。しかし、来期は減益予想。さらには、一部ハードやサービスの値上げも発表され、夜間 TTS では暴落しています。任天堂は、メモリを中心とする部材価格の高騰や関税措置等に伴う原価への影響として、約1000億円と言っており、原価を価格転嫁してきました。動画で話してたメモリ高騰で EPS 圧迫が会社公式に確認された形ですね。値上げしても完全には吸収できないから来期は減益予想みたいね。悲しいのだ。以上、速報としてお届けしました。では、動画の続きをご覧ください。でもメタンさん、実際にはまだメモリ高騰の影響が決算に大きく出ているとは限らないんですよね。そう、そこが株価の難しいところ。株価は今の業績だけで動くわけじゃないの。株価は将来の業績を先に織り込むのよ。だから今すぐ EPS が下がっていなくても、この先 EPS が下がるかもしれないと思われた時点で株価は下がることがあるの。つまり実際に利益が減ってから下がるんじゃなくて、利益が減りそうだと思われた時点で売られるんですね。そう、今回で言えばメモリ高騰そのものよりメモリ高騰で EPS が下がるかもしれないという不安を市場が受け止め始めた可能性があるってことなの。まだ起きてないことでも株価は先に反応するのだ。そういう性質が株価にはあるということを抑えると理解が進むわね。でも EPS が下がるかもっていう不安だけでそんなに株価が下がるのだ。ここで最初に話していた PER が出てくるのよ。PER なのだ。最初は分かりやすくするために PER を一定として EPS だけを見たわよね。でも現実の株価では EPS だけじゃなくて PER も動くの。 PR って期待値でしたよね。そう、EPS が下がるかもしれないと市場が不安になると、投資家はその会社に高い倍率を払いたくなくなる。つまり PER が下がるの。なるほどなのだ。EPS がまだ大きく下がってなくても EPS が下がるかもという不安で PER が先に下がるのだ。その通り。メモリ高騰で EPS がすぐ下がったというより、将来 EPS が下がるかもしれないという不安が先に PER を押し下げたと見ると分かりやすいわ。メモリ高騰が EPS 不安のきっかけになって、その不安が PR の巻き戻しにつながったってことですね。そう、じゃあ実際に任天堂の PER がどう動いたか見ておきましょう。
任天堂の PER 数年前まで10倍台だったのよ。でも昨年最高値の頃は約50倍。単純計算で PER は約3倍になっていたことになるわね。10倍台が50倍、すごいですね。スイッチ2への期待が PER という形で株価にどんどん上乗せされてた状態ね。僕と同じくスイッチ2で任天堂は跳ねるってみんな思ってたのだ。そう、そこにメモリポートの不安が出た。ああ、膨らみすぎてた期待が一気にしぼみ始めたのよ。 PR×EPS の式で言うと EPS が落ちたんじゃなくて PR の方が落ちたんですね。そう、一時50倍まで膨らんでいた PER が短期間で25倍まで下がったわ。半分なのだ。でも過去水準で見るとそれでも少し高いくらい。もちろん株価は一つの理由だけで動くわけじゃない。でも今回の流れは EPS が実際に大きく崩れたというより期待値である PER が先に剥がれたと見ると分かりやすいわ。 EPS じゃなくて期待値の方が剥がれ落ちたのだ。じゃあもう任天堂の期待はなくなっちゃったのだ。そうじゃないわね。任天堂ってスイッチ2のハードだけで稼ぐ会社じゃないのよ。ソフトや IP ですよね。そう、マリオ、ゼルダ、ポケモン、映画もテーマパークもグッズもある。ハードでメモリにやられるだけで会社が傾くわけじゃない。スイッチ2でしかできないソフトもどんどん出ますしね。強みはちゃんと残ってるのだ。今の PER は25倍くらいで少し前の10倍台よりは高いの。スイッチ2への期待が完全に消えたんじゃなくて膨らみすぎてた期待がかなり冷まされてきたというところね。適正な水準まで来たんでしょうか。適正かどうかは誰にもわからないわ。でも育児のような加熱感はかなり剥がれてきたとは言えるんじゃないかしら。じゃあもうそこなんでしょうか。それもわからない。むしろ気をつけてほしいの。なんでなのだ。もし PER が元の10倍台まで戻れば株価はまだ下がる余地がある。それに加えてメモリで EPS も実際に下がることが確定したら株価にはさらに下落圧力がかかる可能性があるわ。今回の学びをまとめるわね。1つ目、株価は今ではなく未来の業績と期待で動く。重要なのは先を考えることなのだ。2つ目、任天堂の下落はメモリ不安が引き金、大きな要因は期待値の巻き戻し。期待が先行していたってことですね。3つ目、期待が冷めたからといってすぐそことは限らない下落理由が消えたかを見る。今は落ちるナイフかもしれないのだ。任天堂は強い会社なのは間違いないわ。スイッチ2だけでなくマリオやゼルダなど世界的に強い IP を持っているしね。でもどんなに強い会社でも期待が膨らみすぎればいつかは下がるのよ。人気だから買う、話題だから買う、みんな盛り上がってるから買う。これ一番危ない投資だったのだ。今日一番まともなこと言ったわね。それはそれで傷つくのだ。でもスイッチ2自体は楽しいんですよね。それは最高なのだ。今後出てくる新作も楽しみなのだ。新作のポケモンも発表されていますしね。でも投資としては分けて考えなきゃダメよ。高い勉強代になったのだ。人気の裏に見え隠れする株価という名の捉えづらい数字に翻弄され高い勉強代を払う羽目になったずんだもん。株の難しさを改めて知るのであった。また見てほしいのだ。